皆さん、こんにちは。米ライフ誌でこの1000年で最も偉大な100人に唯一選ばれた日本人、葛飾北斎をご存知ですよね。実は彼、ただの絵がうまいおじいさんではありません。一生に3万4000点以上の作品を残した真の画狂だったんです。生涯で引っ越しを93回も繰り返し、名前を30回以上も変えたという北斎。今回はそんな彼の気候と MBTI の視点から見える飽くなき探求心の正体を徹底解説します。北斎の行動を MBTI で分析すると、まさに INTP、論理学者タイプの極みと言えます。知機能である内向的思考が世間の常識よりも自分の中の納得を最優先させました。彼は衣食住に全く頓着せず、部屋がゴミだらけになっても掃除せず、汚れたら引っ越すという生活でした。これは外界の秩序を無視し、内なる思考に全エネルギーを注ぐ INTP の極端な例かもしれません。天保7年版の人名録、公益諸家人名録において北斎は、掲載された473名の中で、唯一居住不定と記されています。30回もの改名は、実は弟子に名前を売ることで収入を得るための合理的手段だったという説もあります。既存の枠組みに縛られず、目的達成のために斬新な手段を取る外交的直感の働きが見て取れます。北斎が75歳の時に発表した富岳百景の後書きには、現代のすべての挑戦者に突き刺さる強烈な言葉が記されています。70歳より前に書いたものは取るに足りないものだった。73歳にしてようやく生き物の骨格や草木の生え方が分かってきた。彼は80歳でさらなる摂理を理解し、90歳で奥義を極め、100歳になれば神業の域に達し、110歳になれば一点一角を生きているように描けるだろうという壮大なビジョンを語りました。過去の成功に安住せず、常に未来の高みを見据えるそのハングリー精神は、時代を超えたクリエイターのバイブルと言えます。北斎は万物は視覚と円で描けると述べ、定規やコンパスを使った幾何学的な作画法を公開しました。伝統的な感性だけに頼らず、論理的なシステムを構築する姿勢は、まさに知の探求者です。彼は西洋由来の絵画技術にも強い興味を示し、透視画法や明暗法を研究し、自分の作品に取り入れました。もっと良い方法があるはずだという外交的直感の好奇心が、彼の画風を常にアップデートし続けました。晩年を支えた三女、大江、葛飾大井もまた、父に似て掃除嫌いで、ひたすら絵に没頭する性格でした。二人はゴミの中に座って、昼夜こたつを離れず、高精度の作品を生み出し続けました。描くことという一点に全リソースを投入した結果の、純粋なプロフェッショナル空間だったのです。豊かな生活よりも一本の線を極めることを優先した狂気の親子の姿です。シーボルトラによって欧州へ渡った彼の絵は、印象派の巨匠たちに多大な影響を与えました。北斎の独自の視点は、海を越え、時代を超えて、世界の美術史を塗り替えたのです。あとも年あれば神聖の画工になれたのに。死の直前の叫び、90歳で亡くなる直前、彼はあと5年命があれば本当の絵描きになれたのにと嘆いたと伝えられています。死ぬまで成長し続けようとした彼の魂はまさに画狂という名にふさわしいものでした。自分の全てを絵に捧げ、生涯未完成の夢を追い続けた葛飾北斎。皆さんは彼の人生や性格タイプについてどう感じましたか？ぜひコメント欄で教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次の歴史でお会いしましょう。